グリム童話、カエルの王様。昔々、どんな願い事も叶う時代がありました。ある国に王様がいて、その王様にはたくさんの美しいお姫様がいました。中でも一番下の娘はとても美しく、太陽でさえ毎日その顔を見るたびに驚くほどでした。お城の近くには深い森がありました。その森の中の大きな菩提樹の下に泉がコンコンと湧き出していました。暑い夏の日にはお姫様はよくその泉のそばに出かけ、腰を下ろして休みました。退屈すると金のボールを取り出し、高く投げては手で受け取ったりして遊ぶのが大好きでした。ある日、いつものように遊んでいたら、金のボールが手を滑って泉の中に落ちてしまいました。泉は深くて、覗き込んでも底は見えません。お姫様は悲しくなって泣き出し、やがて声を上げて泣き続けました。すると突然、どこからか声がしました。お姫様、どうしたのですか？そんなに泣いたら、石だってかわいそうに思って泣きますよ。お姫様が顔を上げると、泉の中から気味の悪いカエルが頭を出してこちらを見ていました。水の中のぬるぬるさん、あなたが話しかけたのね。あたしはね、金のボールを泉に落としちゃったの。泣かないで、私が助けてあげますよ。本当に？取り戻してくれるの？ええ。でも、見つけてきたら、お礼は何をくださいますか？あなたの欲しいものなら、何でも。着ているドレスでも、宝石でも、金の冠でもあげるわ。いいえ、そんなものはいりません。私が欲しいのは、あなたのお友達になることです。テーブルの横に座らせてほしい。あなたのお皿から食べ、あなたの小さなコップから飲ませてほしい。そして夜は、あなたのかわいいベッドのそばで眠らせてください。それなら、金のボールを取ってきてあげましょう。いいわ、いいわ。金のボールを取り戻してくれたら、言う通りにしてあげる。お姫様はそう言いましたが、心の中では、カエルのくせに人間の仲間になろうなんてバカバカしいわ、と思っていました。カエルは水の中に潜り、しばらくすると金のボールをくわえて浮かび上がりました。さあ、持ってきましたよ。草の上に置かれたボールをつかむと、お姫様はお礼も言わず走り去ってしまいました。待って、私も一緒に。とカエルが大声で呼びましたが、お姫様は振り返らず、お城に帰ってしまいました。次の日のこと、お姫様が王様や家来たちと一緒に食事をしていると、大理石の階段をピチャピチャと登ってくる音がしました。そして扉をノックして声がしました。王様のお姫様、一番下のお嬢さん、どうぞこの戸を開けてください。お姫様が覗くと、昨日のカエルがいました。驚いて扉を閉め、席に戻りましたが、胸がドキドキします。それを見た王様が尋ねました。どうしたのだ？鬼でも来たのか？いいえ、鬼じゃなくて、気味の悪いカエルが。
お姫様は昨日のことを話しました。王様は言いました。約束したことは守らなければならない。すぐに扉を開けてやりなさい。しぶしぶ開けると、カエルは飛び込んできて、お姫様の後をついていきました。私も椅子にあげてください。テーブルの上に乗せてください。その金のお皿をこちらへ寄せてください。お姫様は嫌々ながらも従いました。カエルはピチャピチャと食べましたが、お姫様は食べ物が喉につかえるようでした。食べ終わるとカエルは言いました。お姫様、今度はあなたのお部屋へ連れて行ってください。あなたのベッドで眠りたいのです。お姫様は泣き出してしまいましたが、王様は、助けてくれた者に知らん顔をしてはいけない、と言いました。仕方なくカエルを部屋に連れて行き、隅に置いて自分だけベッドに入りました。ところがカエルは這い出してきて言いました。早くベッドにあげてください。でないとお父様に言いつけますよ。お姫様はとうとう腹を立て、カエルをつかむと壁に投げつけました。もううるさい。そこで寝なさい。すると不思議なことに、カエルは床に落ちた途端、立派な王子に変わったのです。王子は魔女の呪いでカエルにされていたのですが、泉から助けてくれるのはこの国のお姫様だけだったと話しました。そして王様の許しを得て、お姫様の夫となることになりました。翌朝、太陽が昇る頃、馬車が迎えに来ました。馬は皆白く、金の鎖を引き、頭には白い羽飾りをつけていました。馬車の後ろには王子に仕える忠実な家臣、ハインリヒが立っていました。ハインリヒはご主人がカエルにされたとき、悲しみで胸が張り裂けそうになり、鉄の輪で胸を締め付けていたのです。王子が元の姿に戻ったので、喜びで胸の輪が次々と弾け飛びました。馬車が走り出すと、パチンパチンと音がしました。王子は驚いて、馬車が壊れるのではと言いましたが、ハインリヒは答えました。いいえ、それは馬車ではございません。王子が再び人間に戻られたので、喜びで張り裂けそうになった私の胸の輪が弾けているのです。こうして王子とお姫様は馬車に乗り、幸せに暮らしていったのです。ことの葉の森でのひととき、いかがでしたか？このチャンネルでは物語や詩を静かに読み継いでいます。よろしければチャンネル登録をして、また遊びにいらしてくださいね。お相手は中島莉子でした。